さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは VFX グラフについてです。前回の配信では水鏡を作成したので、引き続き雨に関連するアセットの制作を進めています。雨本体や雨の跳ね返りについては描画する数が多いので、今回は大量のパーティクルを効率よく描画できる VFX グラフを使用して雨を作成することにしました。ということで、まずは VFX グラフを導入してみます。パッケージマネージャーからビジュアルエフェクトグラフをインストールします。サンプルのビジュアルエフェクトグラフアディションを導入すると、エフェクトのテンプレートやサブグラフなどが追加されるので、VFX グラフと合わせてインストールしました。VFX グラフは GPU で動作するので、幅広い環境で確実に動かしたい場合は通常のパーティクル、大量に描画する場合は VFX グラフが向いているようです。これで VFX グラフが利用可能になったので、続いてはアセットを作成します。右クリックのメニューからビジュアルエフェクトグラフを作成しました。作成したビジュアルエフェクトグラフをシーンに配置して、エディットボタンをクリックすると編集画面が開きます。今回のサンプルでは最前面に表示する雨と少し奥の中間層に落下する雨をそれぞれ作成します。雨の落下速度や量などをレイヤーごとに設定して、自然な奥行きを表現する感じですね。シェーダーグラフと同様にプロパティを作成できるので、フロートプロパティを作成して雨の量を調整できるようにしました。パーティクルの初期設定を行う部分ですね。キャパシティで表示するパーティクルの最大数を設定できます。中間層に落下する雨は密度を高くしました。雨の落下速度はセットベロシティで設定します。遠近感を出すために手前の雨を早く落下させています。セットポジションでパーティクルの発生位置を指定します。今回のサンプルでは画面の上に箱型のエリアを設定しました。中間層に落下する雨は地面の高さで消滅させる必要があるので、アップデート内にキルノードを配置しました。設定したエリア内のパーティクルを削除することができるので、地面の高さに合わせて配置しています。手前に表示する雨については画面外まで落下してライフタイムに設定した時間で削除される感じです。アウトプットでパーティクルのレンダリング設定を行います。今回のサンプルでは雨のブレンドモードを加算合成にしました。
メインテクスチャーには単色の画像を設定しています。セットスケールで雨粒の長さを調整しています。手前に表示する雨粒の方が長くなるようにしました。これで雨本体のパーティクルは完成したので、続いては地面に衝突した時の跳ね返りを作成します。雨の跳ね返りについてもフロートプロパティを作成してパーティクルの量を設定できるようにしました。セットポジションノードを使用して雨の跳ね返りが発生するエリアを指定します。雨が跳ねる方向についてはランダムベクターで設定しています。指定した範囲内でランダムな方向に跳ねるようにしました。アップデート内にグラビティノードを配置することで地面に衝突して跳ね返った雨が放物線を描いて落下します。リニアドラッグノードはパーティクルを減速させるので空気抵抗などを表現するときに使用されています。パーティクルの向きを進行方向に合わせる場合はオリエントアロングベロシティノードを使用します。ビジュアルエフェクトグラフでは GPU イベントの機能で雨の消滅をトリガーにして跳ね返りを生成することもできますが、今回はシンプルに跳ね返りをランダム生成にしました。スクリプトからパーティクルの量を変更する場合は左のような感じでプロパティの値を更新できます。とりあえずは雨関連のパーティクルが完成したので編集内容を保存して動作を確認してみます。手前と奥で2種類の雨が描画されました。雨の量や落下速度なども反映されていますね。地面に衝突して跳ね返る要素も表現できています。スクリプトでパーティクルの量を制御できるので演出に合わせて雨の強さを変更できます。雨の勢いが弱まってきました。ということで本日は VFX グラフを使用して雨のパーティクルを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。